はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は本を紹介したいと思います。珍しい動画になるかな？はい、こちらです。科学的根拠に基づく最高の勉強法っていう本について紹介していきたいと思います。私が結構読書が趣味で、どちらかというと科学的なものとか、そういうのを読むんですけど、それで今回は勉強法の本について読みました。これ読んだのは2ヶ月前ぐらいなんですけど、みんなに勉強法のことを話したいなーってふと思って、やっぱ正直この本読んでかなりびっくりしたっていうのがあるので、はい、紹介したいと思います。で、内容を説明する前に、この本を書いた人の話なんですけど、この作者の人は、安川康介さんって言うんですけど、もうめちゃくちゃ頭いいんですよ。で、どう頭がいいのかっていうと、その彼は、日本の医学部に合格するんですけど、それがまず結構すごいんですね、私からすると。日本の医学部結構難しいので。で、もちろん医学の医師国家試験っていうんですけど、医者になるための試験って難しいじゃないですか。でもこの人はその日本の医者になる試験を勉強しながら同時にアメリカの医者になるための試験を勉強してで同時に両方合格するっていう、やばいです。もうめっちゃ頭がいい。でこの人はもともとたくさん勉強する機会があって、でこの人が言ってたのが後から知ったらしいです。私がやってた勉強法が結果的に科学的に根拠があったって言ってました。はい。なので、彼の勉強法っていうのは、科学的に根拠があるっていうのがわかると思います。そう彼が言ってるので。で、実際に、全部研究から来てるんですね。海外の研究とかも載ってて、ここ全部論文のページなんですけど、いっぱい論文があって、本当に科学的に説明されてます。全部は紹介できないので、もしよかったら自分で買って読んでください。はい。この中で日本語の勉強に役に立ちそうなものを紹介したいと思います。まず一つ目が流暢性の錯覚です。流暢性の錯覚。これは例えば皆さん文法を勉強するときに説明があるじゃないですか。最初に文法の説明があると思います。で、最初理解しながら読むと思うんですよ。うん。で、2回目読んだりしません？ 2 回目また読んで、自分結構理解してるなって思うと思います。こんな感じで、2回目、3回目、何回も何回も読むと、スラスラ読めるじゃないですか。流暢に読めるじゃないですか。でも、本当はこれってただ読めるだけで、本当に深い理解ができてるかどうかとは話が違うんですよ。つまり、流暢に感じて分かったつもりになることを流暢性の錯覚と言います。で、いや、これめっちゃわかるんですけど、私も勉強する機会があって、で、大学に入って結構自分の周りが頭良かったんですね。で、その人たちと自分の違いを比べたときに、その、俺が分かったって思ってたところが、実は分かってなかったってことに気づくときなんですよ。つまり、流暢性の錯覚で自分が分かったって勘違いしてた。で、そこをよく本番間違えてたっていうのがあります。わかりますか？これで自分で気づくのめちゃくちゃ難しいんですよ。もう私は大学入って、そういういろんな人と一緒に勉強して、その理解の深さって大切だなっていうことに気づけたんですけど、皆さんもチェックしてほしいと思います。後でこの流暢性の錯覚を防ぐための勉強法も紹介したいと思います。この流暢性の錯覚っていうのは正直勉強できる人とできない人をはっきりと区別するものなのかなって個人的に思います。私も結構勉強を教えたりするんですけど、
めちゃくちゃたくさん勉強してるけど、本番点数取れないよねって人は、結構、分かったって思ってる人が多い気がする。私が今まで見てきて、で、めっちゃ落ち込むんですよ。でもその気持ちめっちゃわかる。で、この作者も言ってたんですけど、ちょっと不安だなみたいな、本当に分かってるかなって思いながら勉強する方が、結果的に分かってることが多いって言ってます。はい。次。2つ目は、インターリービング。インターリービング。英語。インターリービングかな。インターリービングを紹介したいと思います。これは、いろんな、ジャンルの、勉強のでもいいし何でもいいけど、混ぜるんですよ。例えば、じゃあ、今、日本語を勉強してて、いろんな動詞を勉強してるじゃないですか。で、いろんな動詞を使って文を作る練習をしてる。それも大切なんですよ。特に最初は。でも、ずっと動詞だけを勉強する。なんて言うんだろうな。動詞のセクションがあるじゃないですか。で、そこをやるのもいいんですけど、どちらかというと、じゃあ、形容詞とか、何でもいい。他の文法事項と混ぜながら勉強するとか、ちょっと勉強したら次の違うジャンルに行くっていうのが大事らしいです。これ結構ガチでそうで、例えば動詞を勉強するんだったら、そこでもしずっと動詞の問題を解いておくと、後半って動詞を使う使わないとか以前に動詞を勉強してることが前提になるじゃないですか。めっちゃ難しいこと言ってるんですけど、例えばじゃあ動詞を勉強して、でちょっとした後にテフォームを勉強すると、まずテフォームって何だったっけなから始まるじゃないですか。でこれが結構本番のための練習になるんですよ。どの知識を使うかっていうのを選ぶ力が育ちます。わかりますか？だから本当にその知識は何のためにあるのか、その文法は何のためにあるのか、いつ使うのか、どうやって使うのかっていうのを考える機会が増えるんですね。インターリービングをすることによって。なので、本番に強くなる方法だと思います。すごいおすすめです。次、3つ目は自己説明です。自己説明。これ私が他の動画で言ったんですけど、これはもう私がめっちゃ好きな勉強法ですね。正直私は大学に入ってこれを自分のメインの勉強法にして、成績はかなりいいですね。大学でも上の方だと思います。これは学んだことを自分に向かって説明するっていう勉強方法です。例えば、さっき私が言ったインターリービング、皆さん説明できますか？自分の言語でも日本語でもどっちでもいいです。これで説明したら頭の中にめっちゃ記憶に残るんですよ。なんでかっていうと、説明するときって論理が必要じゃないですか。話の順序。話の順序があるってことは、どことどこがつながっているとか、これは何のためにするとか、そういうのが説明できるんですね。で、逆に、この説明するときに、あれこれって何だったっけな、なんでインターリービングするんだっけなとか。で、つまずいたら、それはあなたが理解してないところなんですよ。だから、流暢性の錯覚を防ぐみたいなところがあります。わかりますか？自分で点検するんですよ。どんだけ理解できてたかっていうのを。なので、めちゃくちゃおすすめです。数学とかでも使えます。この公式って何のためにあるんだろうとか、この公式はどうやってできたのか、いつ使うのかとか、そういう説明をしたり、やりましたね。大学で統計学を勉強するときに、統計学すごく公式が多いんですよ。で、それぞれの公式にそれぞれの意味があるので、結構こういう勉強法は良かったですね。理解が、例えば数学苦手な人は公式だけを覚えるんですよ。でもこういう勉強法をすると、点で勉強したものが線になるんですよ。点点点点点って勉強したのが、これはこのためにあって、これはこういう時に使えてって、どんどんつながってって、全体を理解することができる。これにつながるので、そういう経験したことある人も多いと思います。なので、自己説明すごくおすすめです。で、ちょっと自己説明と似てるんですけど、4つ目がプロテジェ効果っていうんですけど、さっきみたいな感じで教えるじゃないですか。で、誰かに教えようかなって思いながら勉強する。
これがめちゃくちゃ大事です。教える前提で学ぶともう理解がめっちゃ深くなるんですよ。これをプロテージェ効果って言うんですけど、実際に人に教えなくていいんですね。壁に喋るだけでも全然いいです。私は結構そう一人暮らしの時にずっと壁に向かって喋ってたりしました。あとは一緒に勉強する友達に教えれたりしましたね。その先に友達が勉強する前に私が勉強して、で友達にアウトプットしながら、自分も勉強する。で友達も勉強できる。一石二鳥みたいな勉強方法をしてました。でなんでかっていうと、後で誰かに教えようって思いながら勉強すると脳が整理されるんですね。脳が勝手に整理しようとするんですよ。これはこのためにやってみたいな。さっき言ったような話の順序、物事の順序を意識しながら勉強することができるんですね。私が今こうやって実際に説明しているじゃないですか。私めちゃくちゃ話すの好きなんですけど、得意なんですけど、これはなんでかっていうと、みんなに伝えたい、教えたいっていうのがあるからだと思います。だからこれ1ヶ月前に読んだ本なんですよ。でもまだ頭が覚えてますね。っていうところがあるかなと思います。やっぱり人に教えたいとか、そういう好奇心みたいなところはめちゃくちゃ大事だと思います。だからこそやっぱり日本語を勉強するときは、日本語を勉強する友達みたいなのがいるとめちゃくちゃいいかなと思います。一緒に仲間と共有したりね、できるので。はい、次。これラストなんですけど、ファインマンテクニックっていうのがあります。これ結構多分アメリカで人気らしいです。もうめっちゃ簡単に説明するまで自分で理解するっていう方法で、これはさっきの自己説明と似てるんですけど、なんて言うんだろうな。一番負荷の高い思い出し方法みたいな、難易度の高い思い出し方法です。やり方は、テクニックなんでやり方なんですけど、白い紙にテーマを書くんですよ。もう例えば元気、文法の教科書で勉強してたら元気を一回閉じるじゃないですか。で、自分で復習したいところのテーマを書くんですよ。例えば、レッスン2でもいい。で、レッスン2って書いたら、レッスン2で学んだことをひたすら書き出すんですね。で、できるだけ超簡単に説明するんですよ。で、詰まってたら、そこで元気を開いてやるっていう。自己説明をめちゃくちゃ丁寧にしたのが、ファインマンテクニックかなっていうふうに思います。はい。こんな感じで今日は5つ紹介しました。本当はね、もっとたくさん伝えたいことあります。もう分散学習とか、ジャーナリングとか、いっぱいあるんですよ。メンタルのケアとかもう全部本当勉強のためのことがいろいろ記載されてた本で、本当に読んでよかったなって思います。日本語でね、書いてあるんですけど、もし日本語で何か本読みたいなって思ったら、これおすすめします。はい。今回の動画はここまでです。現在、ゆうまと私の方はオンラインレッスンを提供しております。最近ですね、私の生徒から、3人 JLPT 受けたんですけど、全員 JLPT に合格することができました。私のレッスンでは何でもしていいので、一緒にゲームしたりしますし、文法教えたり、会話したり、JLPT の勉強したり、もし何か私をうまく使って日本語を伸ばしたい、ユーマを使って日本語を伸ばしたいって方は、ぜひ概要欄の方から予約の方をお願いします。最初無料でレッスンができますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。